さて今回のパパママカメラ教室第7回目ですが、2本目3本目のレンズ選びで最適なのはどれかということでね、やっていきたいなというふうに思います。第1回目の頃に1本目は明るい広角寄りのレンズが室内でも活躍するしおすすめだよって話をしたと思うんですけど、子供がね大きくなって公園デビューとかすると屋外ではいろんな焦点距離のレンズの活躍の機会が増えてきます。そこで今日は広角から望遠レンズまでの写りの違いや活用方法について作例を交えながら解説していきたいと思うので、ぜひ皆さんの2本目レンズ選びの参考にしていただければなというふうに思います。それではおさらいですけど、レンズはその焦点距離で大きく4つにカテゴライズされます。それぞれ 35mm 換算で焦点距離でおおよそ 16mm から 35mm までで広角、35mm から 70mm で標準で、70mm から 135mm は中望遠、そして 135mm 以降は望遠とされてます。同じ位置から撮影してもこれだけね差が出てくるんですよ。人間の目を焦点距離にするとね、だいたい 35mm から 50mm くらいとされているので、そのあたりの焦点距離が、いわゆる標準と呼ばれ、そこを基準に広角に行くほど実際の目で見るよりも被写体をね遠くにで空間はより広く映り、望遠に行くほど遠くのものが近くに寄ってきて、で空間は狭く見えるようになります。なので狭い室内で広く撮りたいなら広角、運動会などで遠くの我が子を大きく映したい場合は望遠というのが一般的なレンズの選び方だと思います。でこれはね決して間違いじゃないんですけど、より印象的に写真や動画を仕上げるには単に距離だけで焦点距離を選ぶんじゃなくて、その焦点距離特有の見え方を理解した上で、シチュエーションごとにベストな焦点距離を見極めるのがいいと思います。でどういうことかというと、こんな感じで望遠側に行くにつれて被写体は動かず、これ撮影者がどんどん下がって人物のね大きさがファインダー内で常に同じ大きさになるように撮影してみます。そして撮影した写真を比べてみると、広角では背景に奥行き感があるんですけど、望遠側に行くにつれてどんどんと背景が近づいてきて、で同時に映る範囲がどんどん狭くなっていきます。で広角と望遠を並べてみるとこんな感じで、リコさんはねこれ一歩も動いていないのに、写真の写り方っていうのはこの焦点距離でねここまで大きく変わって、この遠くの背景が望遠側になるにつれて近づいてくる効果を圧縮効果と言います。この圧縮効果を利用すると、広角ではこのようにずっと遠くに映っている金木犀の木が望遠の圧縮効果でこのようにぐっとね映る範囲が狭まって、で金木犀を手前に引き寄せて背景いっぱいに敷き詰めることができるので、そうすると見え方っていうのはねここまで大きく変わって、すごくねこっちは印象的な雰囲気になっているんじゃないかなと思います。でポートレートの場合はこのように背景を極力シンプルにして、写すことでより被写体が際立って見えるので、中望遠や望遠をポートレートで好んで使用するカメラマンさんっていうのは結構多いですね。ただこの写真もね10メートルとか、結構大声で叫ばないとコミュニケーションが取れないぐらい離れて撮影しているので、200ミリとかになると、相当広い公園とかじゃないと使えないっていうデメリットもあります。で誤解しないでほしいのが、広角がこれダメって言ってるわけじゃなくて、広角には広角の良さがもちろんあります。やっぱりそれは広く映せることで情報量が増え、例えばファミリーフォトで、旅行の記念撮影とか、どこに行ったのかとか、どんな場所だったとか、どんな雰囲気だったのかっていうことが、より伝わりますし、子供から離れられないようなうちは、隣に座っていてもねちゃんと背景を取り込んで撮影することができますし、また広い場所をより広く写すことで、スケール感を強調してよりダイナミックな写真を撮ることができます。そして広角と望遠の間のこの標準域に関しては、お伝えした通り人間の目で見たのと近い写りをするので、広角や望遠ほど特徴のある見え方はしないんですけれども、目で見てここいいなと感じた景色を
カメラを構えてシャッターを押せばそのまま切り取ることができるので、一番やっぱり撮影がしやすいのがこの標準域になります。ただ一言で標準域といっても 35mm、50mm、70mm あたりでは結構見え方にも差が出てきます。で 35mm ぐらいが、最もね実際に人の目で見た範囲と同じように切り取ることができるので、スナップ撮影で結構好まれることが多いのがこの 35mm です。標準の中でも広角寄りなので、十分に背景を広く映すことができるので、まさにどんなシチュエーションにでも対応できるね万能レンズとなってます。で 50mm は、僕個人的にはポートレートで最も使う焦点距離で、35mm よりかは目で見た感じよりもほんの少し狭く映るんですけど、街中とか背景がねごちゃごちゃしがちな場所では、すっきり見せることができますし、構図っていうのも整理しやすいです。でさらに遠近感っていう意味ではこれは 50mm の方がどちらかというと目で見た感じに最も近いかなと思ってて、より自然な立体感を得ることができます。そして 70mm に関しては、結構望遠寄りにはなってくるので、望遠レンズほどではもちろんないんですけれども、そこそこ圧縮効果が効いて遠くのものをぐっと引き寄せてね撮影することができます。街中の撮影とかで極端に離れることはできないけど、圧縮効果を狙っていきたいなんていう場合にはこのね 70mm が結構向いてるんじゃないかなというふうに思います。そして 85mm から 135mm の間の中望遠はさらに圧縮効果が高まるだけじゃなくて、人物を撮影した時により自然で美しいね立体感っていうのを得ることができます。広角では中央からね外側にかけてちょっと膨張したように見えるので、人物の顔が大きく見えてしまったり、端は極端に引き伸ばされてしまって、なんか足が妙に長くなって見えたりとか、これはこれでいいっていう場合もあるんですけれども、中望遠になると非常にすっきりした見た目になって、ぐっと人物に寄ったとしても小顔に見えたり、または全身を映してもより自然な感じでスタイルよく見せることができます。こんな感じで広角からズームまでそれぞれね活躍するシチュエーションだったり、その写りっていうのも大きく変わってくるので、最終的にはねこれ全てをカバーできるっていうのが一番好ましいんですけれども、でも単焦点で全てをカバーしようと思えば、レンズがね5本6本も必要となりますし、ちょっとそれは現実的ではないので、単焦点とズームレンズを組み合わせて揃えていくのがいいのかなと思います。でズームレンズには広角、標準、望遠のそれぞれの範囲をカバーできるものだったり、あとは広角から望遠まで全域をカバーできる高倍率ズームレンズっていうのもあります。例えばこの 18-140mm であれば 35mm 換算で広角 27mm から 210mm の範囲をカバーすることができます。だったらこれ1本でいいじゃんと思うかもしれないんですけど、広い範囲をカバーできるっていう、強力なねメリットがある反面、画質面では結構デメリットもあったりして、例えば広いズーム域でね画質を均一に保つのが難しかったり、F 値も高いので暗所やあとボケ表現に弱かったり、オートフォーカスの性能も、精度やその速度っていうのが単焦点レンズやより狭い範囲をカバーするズームレンズと比べれば、劣っちゃうっていうことがあります。で一方広角ズームとか標準ズームなど、ズーム域が限定されてるレンズは、画質がぐっと改善される傾向にあって、使い勝手とのそのバランスっていうのが非常に取れたレンズが多いです。ズーム全域で F 値が変わらない透視 F2.8 っていうレンズも結構多くて、これだったら暗い場所での撮影にも強く、またボケっていうのも大きく得ることができます。そして単焦点レンズはズームレンズに比べて汎用性は限定的なんですけど、やっぱりでも小型なものが多く、画質面でもズームレンズよりもくっきりはっきりシャープにね映るものが結構多いです。で F 値も F1.4 といったレンズが多く、明るくて背景がね大きくボケるような、そんな写りっていうのがこの単焦点レンズの最大の魅力かなと思います。そしてねニコンさんのホームページとかを見てみてもS ラインと Others っていう風に
に2つのラインがあって、 S ラインっていうのはレンズの性能を突き詰めた、もう本当ニコンのレンズの中ではもうトップオブザトップのラインになっていて、例えばこっちのニコール Z2875F2.8 であれば価格が12万6500円ほどなんですけれども、こっちのニコール Z2470F2.8S2 の価格は37万1800円と、同じ標準ズームレンズでも20万円以上の価格に開きがあります。じゃあ一体この高額なレンズと手頃なレンズ、写りにどれぐらい差があるのかというと、試しにこうやって比較してみると、この2本は中央部分はそこまで極端な写りの差はないんですけれども、ただ端の方を見てみるとやっぱり S ラインの方がよりくっきりシャープに写ってるのがわかると思います。で他にもね、逆光で撮影した時にも結構差が出ることが多く、フレアゴーストっていうような画面に光みたいなものが映り込んじゃうような現象っていうのがやっぱりこういった S ラインのレンズでは、ゼロじゃないんですけれども、起こりづらく、安価なレンズになってくるとそこそこ出てきます。ただ誤解を恐れずに言うと、クリーンなレンズで撮ればそれがいい写真なのかっていうのは、それはちょっと違うと思っていて、あくまで撮影者の好みの問題でね、ポートレートは本当パリッとくっきりはっきり撮りたいっていう人もいれば、多少細部の写りが甘くても、そのソフトで柔らかい感じが好きという人もいるので、何も高いレンズを買ったから必ずしもいい写真が撮れるっていうことではもう全くないと思います。で僕自身も結構そこは使い分けていて、こうしたね、例えばポートレート撮影だと、50mm から 135mm の焦点距離で人物にぐっとねフォーカスして、パリッとかっこよく見せたい、そういった場合はやっぱり S ラインの描写が、すごくたまらないなというふうに思うんですけど、一方でファミリー向けではね、少しやっぱり柔らかく写した方がより良い雰囲気になるなっていうことも結構多くあるので、そういった場合はS ライン以外のレンズをあえて選ぶっていうことも非常に多いです。はい、では最後にですね、僕のおすすめレンズを紹介して締めていきたいかなと思うんですけれども、単焦点レンズのおすすめで言うとやっぱりね 35mmF1.4 とか、あと 50mmF1.4、 この2本はやっぱり僕もよく使っていて、もう本当ザ・スタンダード単焦点という感じで、これを選べばね間違いはないのかなというふうに思います。写りはどちらも眠いというほどではなくて適度に柔らかく写すことができて、背景も大きくぼかすことができるので非常にね撮っていて楽しいですし、ファミリーフォト用の単焦点レンズとしてはすごく印象的に撮れるかなと思うので、非常にねおすすめになってきます。で Z50 シリーズをお使いの方であれば最近発表されたニコール ZDX-MC35mmF1.7 は 35mm 換算約 50mm で F1.7 と明るく、さらにね 220g と軽量でぐーっと寄って撮影することができるということなので、これはね僕もまだ使ったことがないんですけれども、でもこの Z50-2 自体はね結構よく僕も使っているので、APS-C のね単焦点レンズは選択肢があまりなかったので、このレンズはねすごくいいんじゃないかなというふうに思います。そして2本目でズームレンズを検討している方であれば、やっぱり APS-C だとこの18140、もしくはフルサイズだと24200、この2本ですね。先ほど写りとかオートフォーカスが劣るっていうことはちょっと触れたんですけど、ただそれはもうあくまでプロ目線の話になってくるので、特に子育て世帯のカメラマンには、どちらもねレンズ交換を必要とせず1本で、ちょっとしたお出かけから旅行や、あとは運動会とかお遊戯会の時まで幅広く対応できるのでいいかなと思います。そうじゃなくて日常のお出かけとかでより印象的な写真が撮りたい、そういった場合のズームレンズを探しているっていうことであれば、やっぱりねこの、2875F2.8 であるとか、この 2470F2.8S2 が、ちょっとサイズはね大きいんですけれども、でもどちらも F2.8 なので、この辺りをね選んでおけばもう間違いはないというか、これ S ラインなんで間違いようがないんですけど間違いはないと思います。また APS-C ならこれもねまだ発売されてなかったかな、ニッコール ZDX1650 の F2.8VR、
これも明るくて広角から標準域までをカバーしつつ、レンズ側にこう手ブレ補正もついてて、軽いしね、すごくこれもね良さそうだなと思いますね。本当は2本目はこれがベスト、3本目はこれがベストみたいな感じで言えればいいんですけれども、でもやっぱりそれは何をどういう風に撮りたいのかっていうので、もう全く変わってくるので、今日は作例も結構いろいろお見せできたかと思います。その中で、こんな感じに雰囲気で撮りたいなっていうものがあれば、ぜひねそのレンズを手にしてみるのもいいんじゃないかなというふうに思います。はい、というわけでね、本日の動画は以上となります。今回の動画が皆さんのね、2本目3本目のレンズ選びの参考になったよということであれば、ぜひねチャンネル登録とグッドボタンで応援していただいて、通知をオンにして次回の動画もねご視聴いただければなというふうに思います。はい、というわけでね、それでは皆さんまた次の動画でお会いしましょう。ピース。